皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシアのプーチン大統領がウクライナ全土に対してミサイル攻撃を行いました。これに伴って多くの人々が犠牲になっているわけですが、プーチン大統領は自分を正当化しています。しかし、その正当化にはあまりにも論理的な破綻が見られ、ミサイル攻撃に対する反感が欧米を中心にして高まり、プーチン大統領を窮地へと追い込んでいくことでしょう。今回はそのことについて解説を行っていきます。まずはどのような攻撃があったか、そのあたりから見ていきましょう。ミサイル攻撃があったその瞬間については、監視カメラや車のドライブレコーダーの映像などによって各地から挙げられています。各地に対する攻撃はいわゆる軍事施設などに対する攻撃では全くありません。一般的な商業地区や住宅地など全く軍事施設と関係ないところにミサイルが着弾し、多くの人々が被害を受けています。こちらがどの町に対して攻撃が行われたかを示している地図です。首都キーウが最もニュースとしては取り上げられるわけですが、それ以外の町にも数多くのミサイルが着弾しています。ロシア軍の戦略爆撃から放たれるミサイルや地対空ミサイル S300 の地上攻撃転用、それら攻撃に合わせてイラン製の突撃型ドローンも数多く投入されたそうです。プーチン大統領は一般市民に対する攻撃としてこのような主張を行っています。大規模攻撃はテロへの反撃。プーチン氏がウクライナへの報復強調。ロシアのプーチン大統領はオンラインで参加した国家安全保障会議で同日の朝のウクライナへの攻撃をめぐり、国防省の提案と参謀本部の計画によりウクライナのエネルギーや軍事指揮、通信の施設に対し陸海空の兵器で大規模な攻撃を実施したと明言した。ウクライナ側のテロへの反撃だとし、我々の領土へのテロが続けば激しく報復すると強調。ロシアが領土と主張するクリミアなどへの攻撃をウクライナ側が続ければさらに激しく報復すると主張した。プーチン氏はロシアが2014年に一方的に併合したクリミア半島とロシアを結ぶクリミア橋で8日に発生した爆発について、首謀者と実行犯がウクライナの特殊部隊なのは明らかだと断定。東部ドンバス地方やザポリージャ原発などをウクライナ側がテロ攻撃していると主張し、このような犯罪を放置しておくことはできないと話した。プーチン大統領はクリミア大橋で大爆発が発生し、いわばウクライナ軍の攻撃がもはや手のつけられない状態になっていることがロシア国民に知られることを大いに憤慨したのでしょう。プーチン大統領はこのような攻撃をテロだと決めつけて報復をする自分たちにこそ正当性があるかのような話をしています。それは明らかに間違った主張なのですが、そのことは一旦後に置いて、今回のミサイル攻撃の中でかなり話題になった話を一つ取り上げましょう。ウクライナの首都キーウに対するミサイル攻撃が行われたのですが、その中において一つ目立った攻撃がありました。それはドイツ領事館の入るビルも攻撃されたのです。ウクライナの首都キーウでは各国の大使館や領事館の業務が再開されているところなどもあり、これらに対する攻撃が行われたとなれば、当然のように大きな国際問題へと発展します。今回ミサイル攻撃の被害をドイツ領事館が受けたとなれば、とてつもなく大きな話へとつながっていきます。ただ今回の場合、攻撃を受けたドイツ領事館はこのビルには確かに入っていたものの、2月の本格的な侵攻以来業務を停止しており、職員もずっとこのオフィスには来ていなかったそうです。このビルが攻撃の被害を受けたとなった後、ドイツ大使館は全く被害を受けていないことを報告しています。ただし周辺でも各国の大使館などもありますから、例えばロシアの雑な攻撃によって中国の大使館がミサイルを直撃していた、そのようなこともあり得たわけです。そもそも今回のロシア軍によるミサイル攻撃のような一般市民を狙うという行為は、戦局全体から言えば全く影響を与えるものではありません。例えば兵器を作っている工場を襲うであるとか、弾薬が大量に積まれているところを襲撃するなどといったいわゆる軍事的な合理性など一切存在しません。なぜそのようなことをしないかといえば、そもそも現在のロシア軍にはそうしたことができない、いわゆる能力のなさといった問題があります。例えば
監視衛星について言えば、一応はあるんだけれど、実質すでに機能していないかもしれないと言われています。一方で、制裁などによって、欧米の衛星サービスを提供している会社にアクセスすることも難しいのではないかと言われています。ですから、ウクライナ軍が今どこにどんな物資を集積しているか、どこに司令部があるかすら全く把握していない可能性があります。であれば、せめて前線のウクライナ軍に対する攻撃に使えば、まだ軍事的な合理性はあるわけですが、それすらももはや現在のロシア軍の中では不可能になっているかもしれません。例えば前線の偵察を行ってもその情報が司令部に伝わるまでものすごく時間がかかるのであれば、その情報は全く無意味なものです。ミサイルを撃ち込んだとしても、そこが誰もいない田畑であったり、森であれば何の意味もありません。そのようにして全く無意味になるぐらいであれば、自分たちの力を誇示しようとして一般市民を狙うという卑劣な手段、そのような考え方を持っていることこそがロシアの醜悪さを表していると言えます。ドイツの領事館は長期間業務が停止していたために、オフィスには誰もいない状態がずっと続いていたそうです。ですから今回被害を受けたとしても、このことをもって政治上の大きな問題とはしないような雰囲気があります。しかし、もしかしたらロシア側はそのような事情を分かった上でこのビルを攻撃したかもしれません。というのも、ここ最近のドイツは徐々にではありますが、ウクライナに対する軍事支援、経済支援などを本格化させてきています。これはロシアにとって都合の良いドイツが徐々に都合の悪い存在になってきていることを意味します。かつてドイツのメルケル政権はロシアに対しては非常に相思相愛の関係で、エネルギー資源をほとんどロシアに依存する選択を取りました。ロシアから天然ガスのパイプラインで送るノルドストリーム1、ノルドストリーム2を建設し、ロシアから大量の天然ガスを購入する、いわば上顧客になっていたのです。ドイツが大量に天然ガスを買うということは、当然のようにそれに伴って、ロシアの国家経済は非常に潤うこととなっていました。ですから、メルケル政権がもしも現在も続いていたとしたら、現在のような規模で、ウクライナ支援は行われていなかったかもしれないわけです。しかし、現実にはメルケル首相は政界を引退し、現在はショルツ政権です。当初こそロシアに対するエネルギー依存があまりにも高いために、ドイツのロシアに対する姿勢というのは、ロシアにとっては非常に都合の良いものでした。ウクライナに対する軍事支援もかなり及び腰で、ロシアがウクライナに侵攻するなんてありえないという姿勢で、軍事侵攻が始まる前は、全くウクライナに対していい顔はしていなかったのです。実際本格的な侵攻が始まった後においても、ウクライナがドイツに対して軍事支援を求めた際には、あなたの国はどうせすぐに滅んでしまうだろうといったようなかなりの暴言を浴びたという話が後に分かっています。これは別に首相の言葉ではないのですが、ドイツの政権内においてはそのようなウクライナ敗北論というものを前提にして軍事支援を行うことにかなり後ろ向きな声があったというのが今では明らかになっているのです。ただしそのような予測というのは世界各国多くの国が共有していたものですから、ドイツだけが攻められるというのもちょっと違うかもしれません。本格的な侵攻を受けた後のウクライナはすぐに陥落するだろうといういわばロシア軍はとてつもなく強いんだといった見方を覆す形で持ちこたえ、そして軍事支援を引き出すことに成功し、現時点では領土をかなり占領されているものの、戦場での勝敗という意味においては優勢を勝ち得ています。それに伴ってドイツの軍事支援というのも徐々に変化し、軍事支援が少ないことそれ自体も政権内で批判されるようになってきました。ですから現在のドイツは戦車や歩兵戦闘車を供与していない。ただそれ以外についてはウクライナ支援のかなりの上位の国へと変わってきているのです。そのような変化もあって、ロシアのドイツへの不満というのも非常に高まっています。最近ではドイツが提供する対空ミサイルは最新のもので、これもまたロシアにとっては不都合なものだと言えるでしょう。何にしても今回プーチン大統領はウクライナ全土に対する一般市民を標的とした無差別攻撃を行っています。これがプーチン大統領自身は自分たちこそテロ攻撃を受けたんだと主張していますが、プーチン大統領のやっていることこそテロ攻撃だと言えるでしょう。例えばクリミア大橋の大爆発といった点について言っても、私はこのチャンネルで何度も解説してきましたが、クリミア大橋はロシア軍にとって非常に重要な補給路の一つであり、決して純粋な民間インフラとは言えないものです。日常的に兵器や兵士、軍事物資を輸送するその大動脈ですから、
軍事目標になるというのは当然だと言えるのです。そして、そもそも論で言えば、クリミア半島を併合したそれ自体も国際的には認められない侵略行為の一環であり、その侵略行為の上で建てられたクリミア大橋というのはいわば違法建築物であり、決して正当性が主張できるようなものではないのです。今回プーチン大統領は自分こそ正しいと主張して一般市民を攻撃しているわけですが、このような行為は当然のように多くの人々から反発を受けるものであり、ウクライナに対する軍事支援をすべきだという声が各国で高まれば、これまで消極的な政権すらもウクライナ支援に乗り出すかもしれません。ましてや現在プーチン大統領は核兵器による脅しをかけている状態で、これはかつてないほど非道な行為です。一方、このような状況下で、ウクライナの国民は例えば地下施設などへと避難を行い、戦争のある日常というものを受け入れています。インターネット上では地下鉄構内でスマートフォンをポチポチやって時間潰しをする人や、もしくは誰かが言い出したからかはちょっとわかりませんが、みんなで歌を歌って気を紛らわせるといったことなども行われています。子供たちは防空壕に集まって、こちらもやはりみんなで歌を歌って過ごしていることなどが動画で投稿されています。決して現在のウクライナは平和な状態ではありません。プーチン大統領率いるロシア軍の侵略を受けている状況です。しかし、ウクライナの人々の気持ちを今回の攻撃はさらに高める可能性すらあると私は思います。なぜならば、その攻撃対象が一般市民であり、このような攻撃を受けて、ウクライナの人々の心が折れるとはとても思えないからです。皆さんはプーチン大統領の言う自分こそ正しいんだという意見をどのように思われるでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは今日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとコメントの書き込みをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。